どうも、モブです。今回は、韓国版公式生放送の翻訳まとめの続きになるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、水篠葵についてだよ。水篠葵は、風属性のサポーターとして実装され、受ける風属性ダメージ増加や、回復阻害の効果を所持しているよ。そのため、レナートにいるマンを接待するようなハンターであり、かなりの活躍が期待できるよ。次は、レナートとの相性についてだよ。これまでのレナートは、回復阻害持ちの高坂を編成できる、ギルドボスで大きく活躍が見られたよ。もちろん、破滅の力や、シミュレーションゲートでも活躍していたよ。しかし、ハンターモードでは、ハンタースゲージを発動させる条件が、敵依存であったため、少し厳しい部分はあったよね。しかし、水篠葵が、回復阻害の効果を所持しているため、通常のハンターモードでも脅威を振るうようになるよ。さらに、総止めの受けるダメージ増加の効果に対して、水篠葵は受ける風属性ダメージ増加の効果を所持しているよ。俺らのダメージ計算では、これらの効果は別々で計算されるため、受けるダメージ増加より大きい効果を発揮するよ。もちろん、ギルドボスの観点では、少し恩恵は薄くなるかもしれないけど、倍率や効果時間の長さによっては完全に早乙女を超えてくるかもしれないよ。次は新武器についてだよ。新武器のアロンの宝玉は引き寄せの効果と水属性武器のダメージを強化するような効果があるよ。これにより最近追加されたウィンターファングの価値が上がる可能性があるね。次は新しい影の軍団スカルについてだよ。スカルはチーム全体の魔力消費量減少や魔力に関する効果を所持しているため、魔力消費量が多いパーティーで活躍するよ。おそらくこの効果は早乙女が抜けてしまう風属性パーティーを意識しての性能だとは思うけど、土器の戦場などの魔力が制限されているステージなどでの活躍にも期待ができそうだね。さらに武装効果ではデバフ効果を敵に付与し、自身の与えるダメージを高めることもできるよ。次は増幅システムについてだよ。増幅システムの詳細としては、素材に同じ超越等級のルーンや祝福の石が必要になるため、かなり厳しい仕様になるよ。また、増幅媒体を多く使用するほど成功確率が増加するけど、この点においてもかなり難しい選択に迫られると思うよ。また、この増幅システムでは、戦闘力の増加に加え、これまでとは全く異なる効果が追加されるので、増幅システムを踏まえて、全体的に再評価する必要がありそうだね。最後に、コラボ情報についての補足だよ。1個前の動画でも、開催日やハンターの性能には触れたけど、今回はガチャの仕様についてだよ。第1弾のガチャでは、あまりの運の悪さに、貫突を超えて13凸分のキャラを引いてしまったユーザーがいたため、第2弾では超過分を有用に使える方策やガチャ自体の仕様を見直すと検討しているよ。この第2弾のガチャでは一気に3体のハンターが追加されるため、何らかの策は講じてほしいかな。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺らの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。